さあ今回もスケール実践編ということで、スケールがどういう感じの、音になるのか、どうやって使うのかっていうことをやっていきましょう。はい、第3回はですね、ダイアトニックコードにノンダイアトニックスケールを使うという、ことをやってみましょう。これはね結構ね上級者感がね、出てくるので、なかなか難しいかもしれないんですけれども、チャレンジしてみると面白いかもしれません。さあ今まで、フライミートザムーンの最初8小節こういったコードに、ダイアトニックコードに対してダイアトニックスケール、または、ノンダイアトニックコードに対してそれぞれ、こういったノンダイアトニックスケールが使えるということを説明してまいりました。しかしですね、今回はダイアトニックコードにノンダイアトニックスケールを使うという、今回のテーマなんですね。具体的に見てみますと、例えば最初の Am7、ダイアトニックスケールは A エオリアンなんですけれども、ここに A ドリアンだったり A メロディックマイナーだったりっていうものがね、使えると、そういう話なんですね。こういったものが D マイナーとかね、G7 にも、ありますと。でまずは最初ドリアンっていうのを見ていきましょう。A ドリアン、エオリアンであるはずなのにドリアンを使っていいのかっていう話なんですけれども、この1度マイナー7、C メジャーから見ると6度マイナー7のダイアトニックスケールは、エオリアンなんですけども、ドリアンが使える場合も多いんですよ。結構コード進行が少ないこういったマイナー7なんかはもうむしろエオリアンよりドリアンの方が合うというような感じですね。フライミートザムーンの場合は、エオリアンの方が合うかなって個人的には思ってるんですけど、ドリアンも使えると。三味線のツボ見てみましょう。はい、F であるところが F シャープになってる。例えば1の4、エオリアンだったら1の4だったところが1の5になってる。半音高くなってる、ような感じですね。じゃあ実際どういった感じの音になるのか聞いてみましょう。はい、といった感じになってます。さあこのね、この3の7が特徴的ですね。エオリアンよりなんかねこうクール都会的な感じの聞こえ方がする、スケールですね。さあ次、メロディックマイナーも、使えるということで、これはねAm7 だけじゃなくて、D マイナーのところもドリアンであるところが、メロディックマイナー使えるんですけど、なんでかっていうとドリアンとメロディックマイナーっていうのは、音が一音違うだけなので、結構互換性があると言いますか、結構ドリアンが使えるんだったらもうメロディックマイナーも使えるんだろうなって結構積極的に狙っていくといいかなと思います。じゃあツボ見てみましょう。はい、ドリアンのこの G のところが、G シャープになってる、本来だったら1の6が使えているところは1の7になるっていうような感じで、G が G シャープ半音ずれてるっていうだけで似てるんですよね、ドリアンとね。じゃあ音聞いてみましょう。はい、結構独特な雰囲気ですよね。こことかこの音ですね。3の9と、3の7。そう、ここがなんて言うんだろうな、ドミナントセブンスに使うようなこの半音の動きっていうんですかね。こういったのが結構特徴になっています。さあ次は、D メロディックマイナー見てみましょう。はい、D ドリアンから、C が C シャープになるだけ。だから1の0が1の1になったり、そこが半音ずれるということですね。じゃあ音聞いてみましょう。はい、っていうような感じになってます。やっぱりこれも2の7ですね。C シャープの音。これを使ってます。やっぱりこれもA7 を意識したような、やっぱりちょっとドミナント感のあるハーモニックマイナーパーフェクトフィスビロー感がちょっとやっぱありますよね。はい、といったところは特徴的になっていますと。で次、G7 見てみましょ
はい、G ミクソリディアンというのがダイアトニックスケールなんですけど、GHMP5 ビロとか G オルタードが使えます。オルタードが使えるときっていうのは、基本的に HMP5 がもう使えるということなんですよね。こういったなんかドミナントモーション、セブンスからなんか次のコードに解決するときは、こうジャージーに聴かせたいときは、もう積極的にミクソリディアンじゃなくて、HMP5 だったり、オルタードを使っていくといいかなと思います。別にミクソリディアンでもいいんですけどね。なんかずっとこのダイアトニックだけだと、なんて言うんだろう、ちょっとポップな感じになっちゃうので、ジャズっぽくやりたいときは、こういったスケール選びをするといいかなと思います。じゃあツボを見てみましょう。はい、GHMP5 は、A フラット、A のところが A フラットになる、E のところが E フラットになる。2箇所変わるだけかな。はい、じゃあ音を聞いてみましょう。はい、これも、この1の7ですね。ってやると G ミクソリディアンなんですけど、この1の7の音が、なんとも言えないこう暗い雰囲気をこう醸してると言いますか。ここが、GHMP5 って感じかなと思います。じゃあ次、G のオルタードですね。ツボ確認してみましょう。はい、こういった感じになってるんですけど、もう全然ね、ダイアトニックスケールの音とのなんかこう共通点が全然ないっていうか、もう全然 G ミクソリディアンとは共通点があんまりないっていうか、難しいんですよね。で、これは、そう、難しいんですけど、C マイナーのダイアトニックを基本に考えると、ちょっと共通点が多くて多少弾きやすくなるのかなと思います。だから C メジャーの曲なんですけど、この G が出てきた時に C マイナーだと思って弾くっていうような感じでやると、わりかしスッと入ってくるかなと思います。さあ、音聞いてみましょう。はい、といった感じで結構ね、怪しい感じに聞こえますよね。これなんといってもこの1の9。次はB なんですけど。で、次、3の9。3の10。2の9。もう全然、もう G のミクソリディアン、この C メジャーのダイアトニックスケールじゃない音がね、たくさん出てきて、結構難しいと思うんですけど、こういったことをやるとすごいジャズって感じになりますね。はい、といった感じで、今回はダイアトニックコードに対してダイアトニックスケールじゃないスケールをね、たくさん当てはめてみたんですけど、表にすると、この前はね、そのダイアトニックスケールってこんなんですよっていうふうに、7つのコードに対して7種類だったんですけど、実は、今日も紹介してないのも含めると結構こういう感じで、使えるスケールはね複数あったりするんですよ。これ実はね全部じゃなくて本当はもうちょっといろいろあるんですけれども、例えばね一度メジャーセブンのところに、普通だったらイオニアンのところをこうリディアンが使えたりとかっていう風に、ちょっと、なんていうんですかね、セオリー、これもセオリーっちゃセオリーなんですけど、普通は基本からちょっとこうそれて発展的にこんないろんなスケールが使えますよっていうのがあるんですね。この表をちょっと参考にして、こういうコードが出てきた時に、また普通のダイアトニックスケールじゃない、スケールにも挑戦してみると面白いかなと思います。ということで今回は、ダイアトニックコードに対してノンダイアトニックスケールをどんどん使っていこうと、そういう話でした。また次回もお楽しみに。